こんにちは、まるみです。今日は2泊3日北陸旅の車中泊に向かってます。結構ね、遠くて、もうすでにね、サービスエリアで今何箇所か休んでて、ちょっとサービスエリアで休みながら、まず東尋坊に向かいます。今回は以前レビューしたユーグリーンのポータブル電源の新商品、パワーローム2200という大容量のポータブル電源を持って車中泊旅に出ます。大容量のポータブル電源に負けないくらいの家電特盛り車中泊なので、私が勝つかポータブル電源が勝つか、この勝負の行く末はいかに。ちょっと疲れたのでサービスエリアで休憩します。到着。疲れた。今車内はこんな感じです。サイドテーブルを作りました。今日は運転が多いので、いつでもゴロリできるようにもうマットを常に引いてあるのと、あとはこのね、特大級のポータブル電源、ユーグリーンパワーローム2200ポータブル電源を持ってきたので、いろんなね、家電大量に使えるから、ノンフライヤーとか冷蔵庫とか炊飯器とかいろいろ家電系を持ってきてます。このポータブル電源は前にね紹介したユーグリーンのポータブル電源、あれが1200だったんですけど、今回これ大容量の 2048Wh で、拡張バッテリー使うとね、最大 12,288Wh までね使える超大容量。今回はね2泊3日なんで、余裕で余るかなって予想してるんですが、家電好きな私はね、こういう家電調理いっぱいあるんで、できる限り使って車中泊を楽しもうと思ってます。あとはね、10年ぐらい使う新世代のリン酸鉄リチウムイオンバッテリー内蔵なので、安全性も高いからね、ちょっと安心して使えそうです。今はまだバッテリー一切使ってなくて、100%。で、今冷蔵庫をね、走行充電で冷やしながら来たんですよ。走行充電ではなくって、このポータブル電源でね、この2泊3日間使っていこうと思います。あとはね、こんなに容量が大きいのに、急速充電でね、0% から 100% までの充電が最速で102分。なので 1.7 時間でこのサイズをフル充電できるっていうのもね、すごいなと思います。じゃあ、お菓子をね、たんまり買ってきました。羽二重餅の芋バージョン。福井はね、メガネが有名みたいなので、メガネ。で、ソースカツ丼。今日の夕飯ね、ソースカツ丼作ろうかなと買ってきました。このポータブル電源は前側が Type-C とか USB 系で、AC 電源はこの横側にあります。よし、セットして、今加熱一番強くしてるから720とかでも全然余裕そう。コップ1杯沸かすのは 1% で済みました。すごい、さすが大容量。本当は豆から引きたいけど、ちょっともう疲れたのでインスタントでサクッとのんびりします。豆引く時間あるなら昼寝したい。いただきます。わ、美味しそう。食べてもないけど美味しいのがわかる。ふわふわ。いただきます。なんか洋菓子っぽい味。すごい美味しい。カフェオレにもすごい合う。
硬い。ごちそうさまでした。すごいね、美味しかったし硬かったです。今南城サービスエリアにいて、多分南城で読み方合ってると思うんだけど、目的のね東尋坊まであと1時間。結構疲れましたね。ちょっとあとね5分ぐらいゴロゴロして出発します。疲れた。疲れた。じゃあ出発します。高速降ります。あとちょっと。すごい綺麗、この道。紅葉してる。紅葉に行こうよ。はい、お願いします。ありがとうございます。今車に戻ってきました。東尋坊はとにかくなんか壮大ですごかったです。サスペンスドラマが起きそうな感じでした。遊覧船に乗ってね、ちょっと海の中から東尋坊を見れたのがね、すごいレア体験で、ただね、思ったより船がね揺れて、本当日本海って荒波なんだなって思いながら、酔ってはないけど疲れました。本当はこの後月うさぎの里っていうちょっとうさぎとね遊べる動物園みたいなとこに行こうと思ってたんだけど、思ったよりね東尋坊の到着も遅くなったし、東尋坊でねのんびりしすぎたので、ちょっともう月うさぎの里は多分そろそろ閉まるから諦めて、明日金沢に行く予定なので金沢の方まで近づこうかなと思って、今から1時間ぐらいちょっと運転頑張ります。石川の方に向かおうと思います。頑張れ自分。およそ300メートル先、左方向。暗くなってきちゃったんで、急いで石川に向かいます。そろそろ道の駅に着きます。着きました。道の駅めぐみ白山かな、白山かな。結構広い。どこにしようかな。あんまり迷惑
車内の準備できました。このテーブル作ったんですけど、このテーブルにしてから、下にこういう食器類とか、調理器具とか、で、ポタで冷蔵庫置いてあって、で、マット敷きっぱなしなので、ほんとカーテンをね、閉めて、ライトつけるだけで、車内が整うので、すごい楽になりました。では、夕飯を作ります。野菜と、カツ、ソースカツ丼。車内で揚げ物はさすがに大変なので、ご飯を炊いて、ソースカツを食べようと思います。このままのカツでも十分美味しいと思うんですけど、できればね、カリッとあったかいのが食べたいので、ノンフライヤーでサクッとやってみます。ホイルを敷きます。ホイルない方が無駄な油分とかも下に落ちていいんですけど、掃除がね、手間になっちゃうので、ホイルの上でやります。とっても手抜きな夕ご飯。でも福井と言ったらソースカツ丼だし、まあもう石川来ちゃったんだけどね。福井に寄った楽しい思い出を夕飯で再度楽しみます。ご飯は明日の朝も食べるから多めに炊いとこう。1合ぐらい多いかな。まあいいか、これで。この炊飯器15分くらいで炊けるから便利。1号って180ぐらいのメモリんとこでいいはずだから大丈夫な気するけど多いかな。チャレンジ。1号よりちょっとはるかに多く水入れちゃったけど、蒸らさない分多くてもいけるから、よし、これで炊きます。まあ失敗しても楽しい旅の思い出っていうことにして大丈夫でしょ、きっとね。なんとかなる。コンセントを挿して、こっちの AC 電源のコンセントは6ポートあるので、今3つ挿したけど問題ないです。ちなみに今スマホと Apple Watch も充電してるけど、 USB-A2 つと Type-C が4つ、シガーソケットに挿すタイプで充電できるものだったり、あとこういうタイプのものもあります。あとここからも充電できます。大容量なので今冷蔵庫、スマホと Apple Watch 充電してて、今からねこの2つも同時に調理してきます。じゃあまず炊飯と230ぐらいまで来てますね。ノンフライヤー15分ぐらいでいいかな。一気に上がってますね。今1460、多分ノンフライヤーが 1200W でこっちが 200W ぐらいな感じだと思います。どっちもね多分15分後ぐらいにできるので、このまま放置します。はい、ご飯も炊けました。こっちもね終わりました。ちなみに 84% まで減りましたね。炊けたかな、無事。ちゃんと炊けてる。ラップ飯ってビジュアルはね良くないからあんまり好きじゃないんだけど、前にやってみたら片付けが天才的に楽すぎたのでラップ飯にします。やっぱりね片付けの簡単さと考えたらこれが最高。野菜、本当はキャベツの千切りだけが良かったんだけど、行ったスーパーになかったので、なんかロコモコ丼みたいになってる。まあ野菜をねいろんな種類取るのはいいことだから。表面ちょっとカリカリしてる感じなんでサクサクになってます。よかった。いいねいいね。すっごい、もう手で触ってるけどすっごいサックサク。お惣菜特有のベトベトはない。じゃあこれをたっぷりかけます。意外とサラサラしてるんだ。ちょっと漬け込むのは大変なので直接かけます。大丈夫かな、ちょっとなんか塩分取りすぎでこれぐらいにしとこう。最後にミニトマトをトッピング。本当にロコモコみたい。はい、できました。丸み特製ソースカツ丼です。いただきます。丸み特製
ソースカツ丼っていうけど丸み特製じゃダメなんでね、福井のソースカツ丼が食べたかったんだからまあいっか、いただきます。めっちゃサクサクになってる。本当はこういうソースカツ丼の美味しいお店にね食べに行った方がもちろん美味しいんだろうけど、個人的には車中泊の時はね車内料理を楽しみたくて、なんかそっちの方が車中泊してるなっていう感じがします。電車とかホテル泊まるね旅行の時はもちろん美味しいお店行くんだけど、車中泊はこの車内料理も含めて私的には楽しいです。ごちそうさまでした。めっちゃお腹膨れたし美味しかったです。あと何よりね片付けがめっちゃ簡単。これ捨てるだけで、ノンフライヤーの片付けもこれ捨てるだけ楽すぎる。今ねいる道の駅から車で5分ぐらいのとこに温泉があるので、ちょっと温泉にね急ぎで行ってみようと思います。終了がね11時だからあと1時間半ぐらいかなんで、ちょっと急ぎ目に行ってきます。今近くの車から煙吹いてたけど大丈夫なんかな、ちょっと心配。ここかな。はい、では道の駅に戻ります。はい、道の駅に帰ってきました。よいしょ。よいしょ。髪を乾かします。さっきの銭湯3分20円っていう驚異的な安さのねドライヤーあったんですけど、他の人使ってたし車の中で乾かせるからいいかって思って乾かしてなかったです。今ね 81% なのでドライヤーを使ってどんな感じになるか試してみます。今ドライヤー終わって75% ですね。この前パワーローム1200の方を使ったら 10% ぐらい減ったので、単純に2倍ぐらいの容量あるから 5% で済みました。さすが。ちょっとおつまみにさつまいも使おうと思ったんだけど、まな板をね忘れたのでお皿のここで切ります。念のため傷がつかないように。傷ついちゃうかな。でさつまいもね、洗う場所ないのでウェッティで使うとこだけ拭きました。まあきっと大丈夫でしょう。いやーダメだな、すぐ傷ついちゃうな。切ったもの全部が吹っ飛んでくこれをさらに薄切りにして、これをノンフライヤーにばらまきます。こんな感じです。15分ぐらいでいけるかな。200度で15分でやってみます。多分 65% ぐらいまで減るかなって感じです。やっぱり傷ついちゃった。ショック。いい匂いがしてきたので、なんかしなしなになっちゃった。まあでも火通ってそうなんでこれで終わります。67%ちょうどいい具合ですね。
しなびたしいたけみたいになっちゃった。めっちゃ美味しいお札チップス。これすっごいいいおつまみ。好みでね、塩かけてもいいし、蜂蜜とか甘いのかけてもいい。美味しい。飲みたくなっちゃうね。ノンアルでもね、気持ちだけでね酔える。はい、乾杯。美味しい。ほんとこれ気持ちで酔えそう。本当は飲みながらね、プロジェクターで映画見ようと思ったのに、肝心なプロジェクターを忘れて、パソコンでねダラダラと映画見ようと思います。充電がないので、これはねタイプ C なのでちゃんと充電されました。今 67% なので、今日はあと寝るだけだから、朝起きても 50% は切ってないから、2泊3日余裕でいけそうですね。運転で疲れたからか眠くなってきちゃって、ものの30分も経たずに、ちょっともう今日は脱落します。眠い。今11月なんですけど、もう全然寒くなくて、なんならねこの服だけで寝れるぐらいなんだけど、ちょっと寝心地悪いからパジャマに着替えるんですが、パジャマがね真冬仕様で、だから寝袋なしで寝れるんじゃないかな。今19度ありますね。そりゃ全然寒くないはずだよね。暖冬だな。今パジャマに着替えました。ではおやすみなさい。おはようございます。結局寒くて夜な夜な寝袋出しました。一番最低でも 15.8 度だったんで、11月にしてはかなりあったかいです。北陸だからね、もっと寒いかなって思ってこういう気合い入れたモコモコできたけど、そんなことなかったです。ゆっくり休めたので朝ごはん作って、今日は金沢の方に向かいます。今日の夜もどこか道の駅で休む予定なので、寝袋だけ片付けるけど、もう枕とかは出しっぱにしときます。運転疲れたらいつでもゴロンってできるように。ちなみに充電は 65% 残ってますね。よし、朝ごはんを作ります。じゃん。朝はもう鮭をね簡単に焼いちゃいます。本当はこのままポンって入れた方が油もね落ちてカリッとして美味しいんだけど、洗い物が手間なのでホイルをします。15分ぐらい放置します。こういうゴミなんですけど、基本道の駅とかサービスエリアってこういう生活ゴミ捨てられないから家に持ち帰るんですけど、これだとね車内が臭くなっちゃうから、買ったばっかのアイラップ、こんな使い方してもったいないんだけど、車内がね臭くなると困るので、車の上にキャリアとかつけてる人はね、こういうゴミとかそこに乗せたり、なんか箱の中みたいな入れたりするんだけど、そういうのないのでね、もう車内の足元に置いて匂いができるだけしないように。トイレから帰ってきたら終わってました。すごいちゃんと焼けてる。ノンフライヤー使ってる時にご飯をね間違えて保温にしちゃってたから、あったかくなっててラッキー。朝揚げ。ご飯の洗い物楽にするためにラップを引いて、1泊2日なら
もうね帰って洗うだけだからラップなしでいいけど、今日もねまたどこかでちょっと休んでから明日帰るのでラップ飯になりましたね。かたくなに前は嫌がってたんだけど、一回やったらねこの楽さには背に腹は変えられんということで、今日の朝ごはんです。ふりかけいただきます。ドレッシングをねあいにく持ってきてなくて、せっかくだしソースカツ丼のソースをキャベツにかけようかな。美味しいこのソース。鮭もしっかり焼けてる。美味しい。味噌汁もねフリーズドライだけどめっちゃしっかりできてる。フリーズドライってすごいな。可愛くで買っちゃった。車に常設してようかな。しかも鮭味だ。鮭食べてるのに。いっか、可愛いし使っちゃおう。こういう可愛いものに癒される。ごちそうさまでした。朝からねお腹いっぱいです。片付けははい終了。お味噌汁だけはねちょっとウェッティで拭いて片付けます。これ鮭の油。はい、これで終わり。ほんのちょっと飲み残しあるので魔法の粉。よし、固まった。で固めるとね流さなくてもゴミで捨てられるので、これで持ち帰ります。はーい、片付けました。ポータブル電源は全部で 56% なので、今日もね夜車内料理しても大丈夫かなと思います。では準備ができたので今から金沢に向かいます。金沢では友達とちょっと合流して近江市場ランチを食べたりしようと思います。その後は千里浜渚ドライブウェイっていうところに前から行きたかったので、そこを楽しもうと思います。金沢にレッツゴー。すごいここの道の駅いい道の駅でした。トイレも綺麗だしね。2方向です。買わなかったけどおやつの自販機も良かったです。買えばよかったな。昨日行った銭湯は初めてリアルにケロリンの洗面器を見て、あとお風呂が男湯と女湯が天井がつながってて、漫画とかアニメとかで見たもうザ昔の銭湯っていう感じなところで、ちょっとね貴重な体験ですね。面白かったです。うわ、すごい。美味しい。結構あっさりしてるね。ごちそうさまでした。結構なねボリュームでお腹いっぱいです。コロッケ。いただきます。金箔の味はよくわからない。アイスは美味しいです。お腹いっぱい食べました。これから千里浜渚ドライブウェイに向かいます。海だ。
海だ海だ。足湯を楽しんだので目的地に向かいます。11月なのに結構暑くなってきました。今外24度みたいです。暑い。目の前が、本当に目の前が海。うわー、すごい。やばい、波が来ちゃいそう。すごい近い。海を見ながらのコーヒータイム。さっき買った加賀ほうじ茶オレ。今回コーヒー豆全然活躍してない。ただね、せっかくなんで北陸を味わいます。海の風で車が結構揺れる。ほうじ茶のいい香りがする。金沢スイートポテト。金沢のなんかビスケット。北陸アルフォート。ちょっとおやつで買いすぎちゃったかも。これだけいただきます。すごい、ほうじ茶の味。おいしいお芋。カモメかな？乗れちゃうよ。あ、乗れちゃった。すごい満足でした。そこまで車で入れるってすごい幸せ。今日のね、旅の目的はね、もうこれがメインだったので、もう大満足です。はい、終点なので、これから岐阜に向かいます。めっちゃ楽しかった。カモメがね、ムチムチで可愛いのよ。ちょっとなんか寄ってこう。なんだろう。道の駅的な何かっぽい。今、千里浜レストインなんたらみたいなところでお土産買ったり遊んできました。じゃあ今度こそ岐阜に向かいます。ちょっと休んだので、あとちょっと頑張ります。あと40分。そろそろ温泉に着きます。もうね、疲れたんでちょっと温泉でのんびりしてから道の駅に向かいます。温泉に行ってきます。今お風呂出てめっちゃすっきりしました。で、これからね、道の駅に向かって、夕飯でも食べようと思います。目的地に到着しました。お疲れ様でした。よし、じゃあのんびりと過ごします。ふ
疲れた。さっきね、温泉行ってきて、めっちゃ快適だったんですけど、ドライヤーがね、私的にあんまり風力なかったから、マイドライヤーで乾かしたけど、それでもね、バッテリーがあと 48% あるから、2泊3日は余裕そうです。なので、今から夕飯にします。今日の夕飯は、じゃん、たこ焼きパーティー。一人でね、たこ焼きと言いながら、なんで今私なまったたこ焼きと言いながら、私ね、タコがね、あんまり得意じゃないんですよ。なので、ウインナー焼きにします。タコが苦手なたこ焼き好き。でウインナー切るだけならね、ハサミでいけるので。大きさもバラバラ。まあいいか。たこ焼きはね、このたこ焼き粉使います。このまま袋で調理できるみたいで、めっちゃ楽。水と卵を入れて混ぜて、で焼くときこのまま焼いて、あ、ネギ忘れた。買ってないや。でなんかソースがいらないみたいだけど、一応ソースはね持ってきました。水が650ミリ、そんないるんだ。650って結構だよね。かなり中がタプタプで、卵入れて、そこからかき混ぜる。いい香りがする。お出汁の匂いかな。じゃあたこ焼きを作ります。 OK。 今は度数は670ぐらい。冷蔵庫とたこ焼き器とアップルウォッチの充電同時にしてるけど余裕ですね。これね、2000ワットまでは同時に使えて、3000ワットまでは自動で調整をして使えます。瞬間最大2000ワットあればね、最大16ポートあるから、容量小さい家電だったら最大16個同時に使えるし、容量大きいものでも2000ワットまではね、1個使いだったらね、ほとんどのものいけるんじゃないかなと思います。ずーっと作って喋ってたのにカメラが回ってませんでした。とりあえず今たこ焼きはこんな感じに作ってる途中です。たこ焼きの中にはウインナーとコーンが入ってる、だいぶお子様スペシャルです。回す串もないから箸で回します。回る回る、十分。できた。こんなに食べれるかな。できました。集合体恐怖の人見ない方がいいかも。ソースなしでね、十分味ついてるみたいなんで、一旦これで食べてみます。いただきます。味めちゃくちゃしっかりついてる。ソースはね、なくて問題ないんだけど、味はね。ただ個人的にソースの味が好きなので、一部ソースにして食べます。もちろんマヨも。おいしい。どっちも捨てがたいな。ソースありもソースなしも。ごちそうさまでした。すごい美味しかった。ソースね、ありもなしもどっちも美味しい。ただね、ここにラップ引くのを忘れましたね。油断した。もう明日はね、ちょっと遊んで帰るだけなので、軽くウエッティで拭いて終わらせます。たこ焼きもね、もちろんウエッティで拭いて、完全に綺麗にするの無理なんで、こういうへばりついた生地がね、落ちない程度に綺麗にして持って帰ります。ポータブル電源は残り 35% です。これね、スマホと連動させると、こっちでね、パーセンテージ見たりもできて、どれぐらい出力してるかとか、例えば今だったら冷蔵庫を動かしてるので、DC のとこが 30W。で、Apple Watch 充電してるので、少ないけど、USB がここが 1W になったり0だったりっていう感じです。ここでね、ライトとかもこういう操作ができて、で設定はこの U ターボという本来だったら 2000W までのものが 3000W までね使えるように
ここオンオフできるので、これオンにしてあります。これ何がいいかっていうと、例えば寝る時とかに自分がね寝てる位置からポータブル電源遠くてもここでねオンオフを設定したりできるので、例えばスマホの充電もうそろそろいいやっていう時とか、ここの USB をねオフにしたりとか、そういう使い方もできます。ノンアルですが晩酌をしたいのでおつまみを作ります。作るってわけじゃなくって近江町市場で買ったカレーコロッケ、これをね温めてカリッとさせます。一応ねホイルは引いた方が掃除が楽なので、だいぶしなしなにやっぱりなっちゃってる。しなしなを生き返らせます。多分10分ぐらいでいいかな。今スマホの方で見ると出力が1200を超えましたね。今ね出来上がりました。あと 31% になりましたね。下の朝ごはんはきっと作れるので大丈夫だと思います。ノンアルだけど晩酌だ。ノンアル気分、気持ちはね酔っ払える。乾杯。うまい。すごいよね。これただの要はレモンジュースってことなんだけど、味がね本当にレモンサワーの味。騙されて酔いそうで、サックサク。近江町市場でね買ったはいいけどね、アイスとかいろいろ食べてお腹いっぱいで残しといてよかった。ちょっと音聞いてほしいな。どれぐらいサクサクなのか。おー、しっかりサクサク。金沢カレーコロッケだけど中にねレーズン入ってた。いただきます。おいしい。今回は結構弾丸というか、北陸行こうって決めてノープランで来て道の駅を利用したけど、次来るんだったらちゃんと計画立ててね RV パークにしたいな。そしたらね本当の晩酌ができたから。でも道の駅もね楽しいです。本当はもうちょっと愛知寄りの道の駅の方まで行く予定だったんだけど、今日はちょっともう運転疲れたなと思って高山で温泉なんか入れないからって温泉入ったそのね辺りで探してねここに来れたから、自由気ままなね車中泊だったら道の駅だし、ちゃんとお酒飲んだりとか、あとはシャワー付きがいいとかだったら RV パークだし、なんかねこのフラット旅も楽しいし、ちゃんと計画した旅も楽しいし、どっちもいいな。ではね、そろそろいい時間なので寝ようと思います。明日は朝起きて、ご飯食べて、せっかくね高山にいるのでちょっと高山の街を散策するか、でも疲れ切ってたらねもうすぐ家に帰るかもですが、また明日のことは明日の自分に託します。ではおやすみなさい。おはようございます。結構ね寒かったです。最低 8.4 度。やっぱり高山はちょっと寒いな。結露がひどいですね、車内の。あっちもひどい。寝袋は片付けますが、帰りの高速で疲れたらいつでもゴロってできるように枕はこのまま残しときます。朝ごはんをね作っていこうと思うんですが、またこいつを使うのでバッテリーが残ってるかな。
26% 残ってればね、大丈夫そうですね。朝はサクッとご飯作ります。またホイルを敷いて、じゃん、温めるだけ。10分ぐらいかな。ほうじ茶ラテ飲みます。今お湯沸かしながらノンフライヤー使って冷蔵庫使ってカメラ今充電してスマホも充電して1961ですね。あと 4% まで減っちゃった。一気に使ったから。お、いい感じに焼けてる。ほうじ茶ラテいただきます。ちゃんと溶けてるチーズ美味しそう。いただきます。美味しい美味しい。ノンフライヤーってすごいね。トースター代わりになる。今日ちょっと寒いからね、ホットが嬉しい。今日どうしよっかな。高山に行くか、ちょっと疲れてるからこのまま帰るか。でもせっかく来たしな。ごちそうさまでした。はい、片付け終わり。あとね、4% まで減りましたね。もうちょっと使えないかな。ちなみに16ポートあるうちのタイプ C1,2,3,4 つあるんですけど、充電ワット数違うんですよ。一番左側は 140W で充電できるけど、100W、45W、45W。なので、こっちから優先順位高い順でやると良さそう。USB-A はどっちも 22.5W です。ポータブル電源ってバッテリーゼロとかになると、バッテリー的によろしくないので、走行充電してね、今から散策行ったり帰りたいと思います。走行充電してどれぐらいまでね、バッテリーが持つかを試してみます。今日はやらないけど、別売りのね、ソーラーパネルで充電すると、最短 2.5 時間でね、この容量がフル充電できるので、キャンプ場とかだったらソーラーパネルで充電するのもね、ありだと思います。走ったら充電されます。では今からちょっとだけ高山の街並みを楽しんで帰ろうと思います。よし、向かいます。連休だからすごい混んでる。まだ10時半ぐらいなのに。キノコの箸置き買った。かわいい。じゃあそろそろ帰ります。今1時間半ぐらい走行充電して 4% 増えました。思ったより
個人的には少ないかなと思いますが、長距離移動する人とかは充電すごいできるかもしれないけど、1時間とか2時間単位とかで運転する人はもう移動中は常にね走行充電しといた方がパーセンテージを増やしやすいと思います。いかがでしたでしょうか。あとねちょっとで家に着くので、今日はねもうここでエンディングにしようと思います。今回は2泊3日ね車中泊旅に行ったんですけど、超大容量のポータブル電源と一緒だったので、家電をねほんと2日間フルで使って料理を楽しめて、一切節電とかせずに自由に過ごせました。やっぱりね2048ワットアワーもあるとこんな電気の心配せず使えるんだなと思いましたね。ユーグリーンパワーローム2200はバッテリーが新世代のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーなので、10年ぐらいね使えるっていう寿命がめちゃくちゃ長いので、1個あればね、こういう車中泊だったりキャンプとかそういうのが趣味な方はね、10年間は安心して使えるっていうのはいいなと思います。それだけね大容量なのに充電はねもう2時間もかからず 1.7 時間ぐらいで充電できるので、家を出発する前にコンセント挿して化粧したりとか物積んだりとか準備してればね、その間に充電できるのはねすごい便利だなと思います。あとはちょっと大容量のねポータブル電源なので重いんですよ。男性だったらいいかもしれないけど、私の場合結構っていう感じで頑張って持ってたんで、移動がね大変なんですけど、購入すると付属でついてくる着脱式の台みたいなローラーみたいなのあって、それに乗せるとほんとコロコロ引いてけるので、例えば車中泊はね乗せっぱのこと多いと思うんですけど、キャンプとかだったらキャンプ場のねここに持ってこう、テントの方持ってこうっていうのをそのコロコロ使ってね移動しやすいと思いました。走行充電がね思ったよりされてなかったのは、出力がマックス80とかぐらいだったんで、ちょっとねそこがね残念だなと思いました。ただ今回私は本当に家電をねふんだんに使って、ノンフライヤーとかなんて結構ワット数高いやつをねガンガン使ったので、2泊3日ちょうどっていう感じでしたが、普通にちょっとした料理作る程度とか、ちょっとご飯炊くぐらいだったらね、2泊3日どころか多分4日5日ぐらい持つんじゃないかなと体感的に思います。なので例えば災害時とかにちょっとスマホ充電したりとか、カップ麺とか食べるためにお湯沸かすとか、それぐらいの使い方だったらこの容量あればね長いこと使えるんじゃないかなと思います。ソーラーパネルと組み合わせれば、ほんと災害の時とか停電の時とか安心してね電気を使えるので、ポータブル電源1個はあるといいんじゃないかなと個人的には思います。なので気になる方はぜひ概要欄から見てみてください。あとは今回の旅は石川の栗浜にどうしても行きたくて、東尋坊行ってみたり、近江町市場行ってみたりで、ついでに高山経由だったんで高山行ってみたりと、新鮮な旅でした。ただね運転は疲れました。あとは車内がねちょっと荷物ごたごたしてるのと、もうちょっとなんとかね改良できないかなと思いますね。もうちょっとマットがね小さかったら使いやすいなとかいろいろあるので、これからもねちょっと車内を改良していこうと思います。もう荷物がねああやって溢れ返っちゃってるからね後ろ見ても車中泊楽しいですね。次はでもキャンプに行きたいかなキャンプと車中泊交互に楽しみたいです。次車中泊するんだったらどっち行こうかな。関西のディープなとこも攻めてみたいし、長野とかあっち方面も行ってみたいし、ということで高速乗ってまたいろいろチャレンジしてみようと思います。とにかく疲れたんで、あとは帰って寝ます。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ツイッターとインスタグラムもやってるよ。